やー諸君、また会ったな。今回も次の動画がまだまだできそうにないからつなぎとして有機化学の講義をすることになった。まったく、こんなことで呼ばれても困るんだがな。それでは、今回の内容は有機化学初級者の後輩から聞かれた、SN1、2と E1、2反応についてだ。興味があるやつは見ていくといい。嗅覚置換反応と脱離反応について。まず、これらは誰もが通る道だと思うが、とてもややこしい。どれがなんだかわからなくなる人はたくさんいるから頑張って慣れていくしかないな。俗に言う SN1 と SN2、E1 と E2 があって、SN の方が嗅覚置換反応、E の方が脱離反応だ。また、嗅覚置換とは簡単に言えば、マイナス正のものがプラス正のものを求めて結合し、別の置換機が抜ける反応だ。一方で、脱離反応とはプロトンがベータ炭素の置換機と共に抜けて二重結合ができる反応だ。さらに、1と2の違いは、1が2段階の反応で進み、2が1段階の反応で進む。これがわからなくなる原因の一つだな。なぜ名前と反応数で数字が逆になっているかというと、1段階の反応は、反応する2つの分子が反応速度に関与していて、二次反応だからということから来ている。逆に2段階の方1は、反応速度が遅い方である立足段階で、1つの分子だけが関与しているため一次反応ということだからだ。要するに反応速度がいくつの分子によって決まるかってことで数字が割り振られているが、これがとてもわかりにくい。数字が逆になっていると覚えてしまった方が早いだろう。今回は動画時間の都合上、SN 反応を解説する。厳密に言えば1、2以外にもあるがここは初級編ということで割愛する。まずは SN2 反応だが、マイナス正の脱力を持った分子は脱力がついている炭素がプラス正になる。この炭素が、核、となり、マイナス正の嗅覚剤がこれに攻撃する。それと同時に、脱力がマイナスとして抜けることによって結合が入れ替わる。つまり置換が起きるわけだ。置換じゃないぞ。実は、嗅覚剤が脱力になりそうなものより炭素との結合力や嗅覚性が低い場合は、もともとついてた分子が抜けずに、後から入りそうになった分子がまた抜ける。いい嗅覚剤や脱力は大体の教本で表になってるから、それを見ながら慣れで覚えていこう。絵を見ればわかると思うが、嗅覚剤は脱力の反対側から入る。これによって、立体が変わるって仕組みだ。また、嗅覚剤が入る瞬間は分子がたくさん集まってて、混み合っているのがわかるだろう。このことから、SN2 反応では、他についてる分子が少ないメチル基や一級炭素が速くなる。次は SN1 反応についてだ。SN1 反応は2段階の反応だと紹介したな。まず、1段階目で脱力が外れて、カルボカチオンができる。この脱力が外れる理由は、もともと外れやすいものが、平行的に離れたりくっついたりしている場合と、酸を加えたり、プロトン製の溶媒を使ったりすることで脱力がプロトン化されて外れやすくなるからだ。そして、2段階目の反応で嗅覚剤がカチオンと結合する。脱離してカチオンができる速度は、基本的に嗅覚剤が反応する速度より遅い。つまり、1段階目が立足段階となる。また、2とは違ってカチオンになっているものに対して、好きな方から嗅覚剤が入ってくる。そのため、この絵でいう右からと左から入るものが、半々の立体ができる。2の時は結合してる分子が邪魔になるから、メチルか一級炭素に起こりやすいと言ったが、1の場合は、最初にカチオンになるので、こいつが安定に存在できないといけない。そのため、SN1 反応はカチオンが安定化される3級炭素で良好に反応が進む。SN1 と2の反応性は、他にも方向感などの立体や、共鳴安定化などによって決まることがある。これらについては先に共鳴安定化や分子軌道について理解してからの方がわかりやすいから、今回は省略しよう。今日の内容をまとめると、SN2 反応は1段階の反応で、嗅覚剤の結合と脱力の解列が同時に起こる。SN1 反応は2段階の反応で、脱力が抜けてカチオンになってから嗅覚剤が結合する。SN2 は脱力の裏側から攻撃されるため立体が反転し、SN1 は両側から攻撃できるから螺旋みたいができる。反応の起こりやすさはメチル基、1級炭素が SN2 で3級炭素が SN1、2級炭素は両方とも起こりうる。大切なのはここの内容だけを暗記するのではなく有機化学全体の知識を活かすこと。今日の講義はここまでだ。わからないことがあったら後で質問するように。それでは私はここで失礼させてもらおう。